がもう半端じゃないですね。あと祝祭日、もうほんと100人100人でも足りないぐらいなバーッと来ちゃうんでパスタだけでも一人前ですよね。もうね、感覚がね麻痺してんのみんな何が多くて何が少ないかがわからない状態。これじゃまだ足りないと。足りない。そうでも焼いてる間にどんどんね足してやるんですよ。だからこんなハンバーグ焼いてるうちにね少しずつ足していくからね、すっごい量になるの。はい、すごいな。シェアしまし2019年の大型台風あったじゃないですか、あの時に屋根が飛んじゃったんですよ。でも全部雨がもう上から水がドッパンこんなんなって、このままってもうなんかとにかく滝のように、本当に滝のようだったよね。だって床からはさ噴水のように湧き出るんだよ。オアシスみたいになんか水が湧き出て、それでもう全部漏電しちゃったんですね。漏電しちゃって、それでもう何もできなくなっちゃったと。それで彼女は社長なんですけど、そのご実家の敷地内でやることになったって言ってますね。もうなんせもうないところからスタートしたんで、こんな手島のねプレハブで。問題はそれでその持ち主の人からそんな賠償金とかいただけなかったんですよね。ね、かわいそうで、あんまそんなになんかじゃあ賠償してくれって言ってもその大金とかもらえなかったっていうのが真相で。これ何番のタレ？チキン南蛮？発酵いらないでしょこれ。はい、ありがとうございます。失礼します。でももう今結構、はい、ボールでございます。これはハンバーグ作りますね。かなり注文が増えたので、このでかいやつじゃないと間に合わなくなったってやつですね。自分もはっきり言って初めてですね。翡翠町でこれやったんですけど、はっきり言ってその水没したのはうちぐらいなもんでね、物理的にも潰れましたよね。だから水没です、水没。なんか本当にあんなになっちゃうもんだなと思って、上から水が降ってくるんですよ。あかんわあれ。もう世界数もこんぐらいになって気するもう足りないって感じになって、絶対100人以上来るんですよ、お客さんから。やべえっすね。もう100人は絶対来るんで、やっぱそのメディアですよね。バーンと来ちゃって、もう結構行列とかになる場合が結構あって、今日は金曜日なんでそこまで来ないと思うんですけども、いやちょっとやばいですね。人数が全然足りなくて、もう今月中にちょっと何人か入れないとやばいと。土日がもう半端じゃないですね。あと祝祭日、もうほんと100人でも足りないぐらいなバーッと来ちゃうんで
やべえな。ここに並んでるのだけで大丈夫？あれをお持ちか予備。お味噌汁忘れてた。ごめんなさいね。ありがとうございます。助かります。やばいですね。この胡椒の缶なんですよ。1ヶ月1個あったら持ってたんですけど、やっぱメディアの力すごくて、これが4日5日でなくなっちゃう事態になってますね。もう缶で使っちゃうって感じで、どうしようか。もう人が全然足りないですね。YouTube でぜひですね、チキモン提案の従業員募集というのをですね、テロップで出していただければって感じですね。でテレビ放送とかあったらもう大変なことになっちゃうんですよ。あかんわ。こねないといけないんですけど、こねる時間があるか。やべえ。いやー来た。レストランでいいですか？はい。来ちゃった。やべえ。よいしょ。大中小ってSML ってサイズがあるのね。多いです。自分がちょっと量多くないと気済まないんで多いですね。話したんですけど、自分なんか音楽とかやってたんですけど、全然才能がなくてですね、餓死寸前まで行ってですね、それでこの方が社長がやられていたハピネスっていう弁当屋に物申しに行ったんですよ。で餓死寸前まで行って、それでそこが言ってみれば飲食開始のなんつうの慣れ初めというか感じで、その時の言ってみれば飢餓感というかですね、それがもう量多くなって気済まないみたいな、虎と植え付けられたというかですね。1人前でも焼いてる間にどんどんね足してやるんですよ。だからこんなハンバーグなの。一応基本は握っとくんだけど、焼いてるうちにね少しずつ足していくからね、すっごい量になるの。なんかねでかくなると気が済まないでしょ。いやそうなんですけど、いや違うんですよ。それはチーズインチーズハンバーグなんだわ。チーズの中に入れたハンバーガーなんですよ。その上にチーズかけたチーズインというかオンというか、そういうハンバーガーなんですけど、だんだん割れてくんですよ。割れてくるとそこに隙間をちょっとちょんってこの肉で埋めないといけなくなっちゃうんですね。そういう理論なの。空腹になるとろくなこと考えないですね。本当そう思いますね。ね社長ね。知らないですよね。知らないですか。すみませんでした。知らないから。ないからすみませんですか。そうなんですよ。絶対ないと気済まない。それなんか今ご時世がご時世でみんな遅刻になっちゃってるんですよ。それに反発したいって気持ちも多少あるというかないというか。
ンバーグも前日に焼いたりとこなんですけど、肉新鮮じゃないとちょっとやっぱ味が違うので、当日じゃないといけないというかですね。よいしょ。こうやって最高でやって、最高で。海鮮がすごい。この M なんですけど、チーズハンバーグなんですけど、6枚ですね、大体。6枚の中に6枚と外にも一緒やりますんで。大きいやつだと8枚ぐらいですね。L サイズが8枚とかそんなもんですね。ご飯少なめで大丈夫です。はい。はい、ございます。そうですね。バーナーで焼く。オーダーです。ハンバーグ L のセット。ちゃんとしてないっていうのがあるんですね。こういう感じです。やべ。これをこうやって曲げますと。曲げます。こんな感じです。これ M ですね。M でございます。こういう感じです。
これサイズですね。サイズです。今度 LL っていうのを考えてるんですよ。多少そうですね、ハンバーグはこっちの方がでかくなってますね。まあそうですね、その先ほど申し上げた順天堂大学の学生さんがもうまあこういう言い方なんですけど、馬みたいに食べるっていうか、1キロのナポリタンとか食べちゃうんですよ。その頃の名残もあるかもしれないですね。あともうさっきほど申し上げた、その自分が餓死寸前まで行ったという虎と馬がこういう感じになってしまうということですね。はい、で付け足すと。継ぎはぎですね。おいしい。やばいやばいやばい。パスタだけでも一人前ですよね。もうね、感覚がね、麻痺してるのみんな。何が多くて何が少ないかがわからない状態。これじゃまだ足りないと。足りない足りない。そう。これが L と M です。ご飯2つお願いします。かなり大ぶりじゃないとちょっときついですよね。でもパックに入れて持って帰る方も多いですけどね。卵作る。向こう店舗がこれがランチ、これが何番ですね。はい、できました。どうすか。
ハンバーグのコロッケいいですか？あ、ごめんなさいね。どちらのお客様かしら。これナポリタン。あ、ナポリタン。すごいな。シェアしましどうぞ。下平様。はい。はい写真はい写真ありがとうございますサイズセットとここの店っていうのがとある神社からですねとある神社を参拝してからなんかすごいなんか風向きが変わったというか伊佐隅神社ってとこ行ったんですよ。その伊佐隅神社ってところ行ってもうはっきり言って厄年っていうのもあったのかもしれないんですけどもうなんつうんだろうもう店が潰れる寸前だったんですよ。会社が潰れる寸前だったんですけどなんですかなんかちょっとただならぬ風に今日なんか本当感じちゃいましてね。でそれでなんかうちの社長がなんか神様いるみたいな感じでねそれで行ったんで見て帰ってからその今やってるお弁当あるじゃないですか毎回完売するようになったんですよね。完売するようになったとでまあすごいなんつうんだろう助かったって感じなんですけどそれでまあ助かったってことお礼参りで去年5月かな参拝行ったんですよ。まあお祓いも受けたんですけどそしたらこの店が建ったって感じですね。まあローンが借りれてまあねローンが降りたって感じなんですけれどももうそれでまあ前からそのなんか前のそのチキチキハウスっていうのまあ、レストランだったわけでもう弁当屋じゃちょっと物足りないって感じでもう常に立ってたかったわけですよね。それがなんか本当に立っちまったって感じで
テレビの取材まで来ちゃって物事が好転していってるって感じで、会津の伊佐住神社行ってみた方がいいですよ。今度本殿が建つらしいんで、その前にそのむき出しの神様に会いましょうみたいな感じで、ぜひおすすめしますよ。